おはようございます。2026年2月14日、今日も最新ニュースを題材に、地経学の視点で深掘りしていきます。今回は、クーデターから5年経ったミャンマーの現在地について解説します。クーデターから5年という節目のタイミングですね。ミャンマー情勢というと、泥沼化しているイメージがありますが、直近で大きな動きがあったようですね。1月末に実施された選挙結果について確認させてください。はい、ロイター通信が1月30日に報じたところによりますと、ミャンマー国軍が主導した総選挙の結果が発表され、国軍系政党である連邦団結発展党 USDP が上下両院で圧倒的多数の議席を獲得しました。国軍はこの選挙プロセスを完了させたことで、3月には議会を招集し、4月には新政府を発足させる見通しを示しています。形式上は民政移管のプロセスが進んだように見えますが、その実態については多くの疑念が呈されていますね。アウン・サン・スー・チー氏率いる国民民主連盟 NLD が回答されている状況での選挙ですから、公正さには疑問が残ります。その通りです。ガーディアン紙は、欧米諸国や人権団体が今回の選挙を茶番だと非難していると報じています。前回の2015年や2020年の総選挙では投票率が約 70% でしたが、今回の投票率は約 55% にとどまりました。さらに重要なのは、国軍が全土を掌握できていないため、戦闘が続く多くの地域では投票自体が実施されなかったという物理的な制約です。選挙が実施できない地域があるという事実は、ミャンマーという国家の統治の空白を示唆しています。ここからはニュースの真相にある構造を分析していきましょう。まず地政学レイヤー、つまり地理とパワーバランスの視点から現状をどう見ますか。地政学的な最大の特徴は、国軍による領域支配の喪失です。フランスのテレビ局フランス24の報道によれば、国軍は一時、国土の 20% 程度しか完全に掌握できていないとされるほど支配地域を失いました。都市部は国軍が抑えていますが、山岳部や国境地帯は以前から存在する少数民族、武装勢力 EAO やクーデター後に組織された国民防衛隊 PDF が実効支配を強めています。中央の平野部を国軍が、周囲の山岳部を抵抗勢力が抑えるという、典型的なドーナツ状の対立構造になっているわけですね。ただ、抵抗勢力側も一枚岩ではないという指摘もあります。はい、カレン民族同盟 KNU やカチン独立機構 KIO といった既存の武装勢力と、民主派の国民統一政府 NUG 傘下の部隊が連携していますが、これらは統一された指揮系統というよりは、共通の敵に対する緩やかな連合体です。一方で、DVB デモクラティック・ボセフ・バーマの7月の報道によれば、陳州では抵抗勢力同士である陳民族戦線と陳国防軍の間で領土をめぐる武力衝突も発生しており、反国軍勢力内部での利害調整も課題となっています。国内がモザイク状に分裂しているとなると、周辺国への波及効果も無視できません。特に国境を接する中国やインドといった大国は、この不安定さをどう管理しようとしているのでしょうか。そこが地政学レイヤーの核心です。まずインドですが、DVB によれば、戦闘の激化に伴い、ミャンマー北西部の陳州から4000人以上の難民がインドのミゾラム州へ流出しています。インドにとってミャンマーは、東南アジア、ASEAN および東アジア諸国との経済連携、防衛安全保障関係の強化を目指す外交政策アクトイースト政策の要衝であり、国境の安定は安全保障上の最優先事項です。一方、より複雑なのが中国の動きです。中国は国軍の後ろ盾というイメージがありますが、同時に国境付近の混乱には神経を尖らせていますよね。特に最近は、オンライン詐欺や人身売買の拠点となっている特殊詐欺センターへの取り締まりを強化していると聞きます。はい、アルジャジーラによれば、中国政府はミャンマー国内の詐欺センターに関与したとして、中国人の犯罪組織リーダーらを処刑しました。これら詐欺産業は40億ドル規模に達し、中国国民も被害に遭っているため、中国は国軍に対して取り締まりを強く求めています。しかし同時に、アムネスティ・インターナショナル等の指摘では、国軍が使用する武器の多くはロシアと中国から供給されています。つまり中国は国軍に武器を供与して政権を維持させつつ、自国の治安を脅かす犯罪組織については国軍に圧力をかけて排除させるという硬軟織り交ぜた関与を言っているわけですね。非常に冷徹なバランス感覚です。その通りです。国軍にとっても中国の支援は生命線ですが、中国からの圧力によって自らの資金源の一部となっている国境地帯の地下経済を取り締まらざるを得ないジレンマがあります。このようにミャンマーの地政学は国内の領域喪失と大国の国境管理という2つの力学によって規定されています。物理的な支配領域が揺らぐ中で、国軍がどのように体制を維持しているのかが気になります。そこで次の論点、
地形学のレイヤーに移りたいと思います。欧米諸国は制裁を科していますが、国軍はどのようにして戦争継続のための物資、特に燃料や外貨を調達しているのでしょうか。ここからは経済を使った国家戦略の分析になります。まず、航空燃料の調達における制裁逃れのメカニズムについて具体的にお話しします。イギリスのインディペンデント紙が引用したアムネスティの調査によると、ミャンマー国軍はゴーストシップ幽霊船と呼ばれる手法を常態化させています。調査報告書によりますと、ミャンマー国軍は2025年に航空燃料の輸入量を前年比で 69% も増加させ、過去最大の10万9000トンを調達したとされています。制裁を回避するために彼らが用いているのが、船舶自動識別装置 AIS のスイッチを切って航行するゴーストシップの手法です。これに加えて、公海上で積み荷を移し替える瀬取りや船籍や船名を頻繁に変更することで追跡を困難にしています。2023年から2024年にかけての調査では、ベトナムの貯蔵施設を経由して燃料の出所を隠蔽したり、シンガポールやタイに拠点を置く企業がサプライチェーンに関与したりしている実態も指摘されており、制裁の網を巧みにすり抜けているのが現状です。制裁を科しても、抜け穴を通じて物資が流入し、それが空爆能力の維持、ひいては2025年が空爆による死者数が過去最悪となった事実につながっているわけですね。物理的な戦闘だけでなく、人的資源の流出も深刻化していると聞きます。特に2024年に施行された徴兵法の影響はどう出ていますか。その影響は人材の枯渇という形で経済の根幹を揺るがしています。CNA インサイダーの取材によれば、2024年2月の徴兵法施行以降、若者たちの国外脱出が加速しました。逮捕のリスクを冒してでも近隣諸国へ逃れる若者が後を絶たず、国内の労働市場から働き盛りの層が消滅しつつあります。NHK ワールドの現地取材でも、物価の高騰と若者の流出によって市民生活は終わりの見えない負のスパイラルにあると描写されています。いわゆる失われた5年が単なる時間の経過ではなく、国家の将来を担う人的資本の喪失を意味している点は深刻です。若者が消え、経済が停滞する一方で、ヤンゴンなどの都市部では奇妙な日常も演出されているようですね。クラブが満員だったり、祭りが盛大に行われたりしているという報道もありますが、これはどう理解すればよいのでしょうか。それは国軍による高度な心理戦の一環と分析できます。CNA の現地レポートによると、国軍は夜間外出禁止令下であっても、若者を路上での抗議活動から遠ざける意図で、あえてナイトクラブの営業を黙認したり、水かけ祭りなどの祝祭を奨励したりしています。政治的な不満を娯楽でガス抜きし、表層的な平穏を演出することで統治は安定していると国内外にアピールする狙いです。また、サウスチャイナモーニングポスト紙が2月1日に報じたところでは、国軍はクーデター後に職務放棄して市民不服従運動 CDM に参加した元公務員に対し、ブラックリストから削除するという条件で職場復帰を呼びかけ始めました。これもまた、行政機能の麻痺を解消し、統治の実績を作ろうとする焦りの裏返しと言えるでしょう。飴と鞭を使い分けて、なんとか統治の体裁を整えようとしているわけですね。そうした中で強行された今回の選挙ですが、国軍系の連邦団結発展党 USDP が圧勝しました。4月には新政権が発足するとのことですが、国際社会はこの規制事実化をどう受け止めているのでしょうか。反応は二極化しています。欧米諸国や国連は、主要な民主派政党が排除され、国土の多くで投票すら行われなかったこの選挙を茶番として認めない姿勢を崩していません。しかし、地形学的に重要なのはアジア近隣諸国の動きです。AP 通信によると、国連人権高等弁務官事務所 OHCHR は資金難に陥っており、ミャンマーに関する監視活動も 60% の縮小を余儀なくされています。これは、国際社会の関心が薄れ、監視の目が届かなくなっていることを意味します。中国やタイ、インドといった近隣国は、善悪の判断よりも国境の安定や経済的実利を優先し、事実上の政府として国軍との付き合いを継続深化させる黙認の方向へ傾く可能性が高いと推測されます。欧米の理想主義的な批判とアジアの実利的な関与の間で、ミャンマー情勢が固定化されていくリスクがあるということですね。最後に、日本企業はこの複雑な情勢下でどのような立ち位置を取るべきか、今後のシナリオと合わせてまとめてください。日本企業にとって、ミャンマーはチャイナプラスワンの有力な候補地でしたが、前提条件が根元から崩れています。今後のシナリオとしては、国軍が中央を、抵抗勢力が地方を支配する分断国家の状態が長期化する可能性が極めて高いです。これにより、物流の分断や電力不足、そして何よりコンプライアンスリスクが常態化します。特に、
サプライチェーンの一部に国軍系企業や制裁対象の燃料輸送が関与していないか、人権デューデリジェンスの徹底がこれまで以上に求められます。様子見を続けるだけでは、予期せぬ制裁違反やレピュテーションリスクに巻き込まれる恐れがあるため、撤退か残留か、あるいは事業の縮小か、非常にシビアな経営判断を迫られる局面が続くでしょう。失われた5年は単なる停滞ではなく、国家構造の変質をもたらした5年だったということですね。地理的な要衝であるミャンマーの安定は、アジア全体のサプライチェーンにも関わる問題だけに、今後も注視が必要です。本日はクーデターから5年経ったミャンマーの現在地について解説しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。